おはようございます。無事に5時起きチャレンジ成功しました。最近は外で仕事のある日は時間も心も余裕のない日々を送っていたので、今日は朝の時間でいい一日の流れを作るために早起きをしてみようと昨日の夜思い立ちました。朝一番にまず布団の中からヒーターに手を伸ばします。水を入れたケトルを火にかけて、お湯を沸かしている間にうがいと洗顔をしてさっぱり。朝はぬるま湯で洗って無印のスリーピングマスクで保湿をしています。これ朝も夜も関係なく使っちゃってます。今日もいつもの玄米茶を入れよう。寒い日はお腹に温かいものを入れるとポカポカしてくるし、ご飯を食べる前に胃腸がしっかり動いて準備してくれる感じがするので、胃腸が弱い私は朝に温かい飲み物は欠かせません。いつもは窓を開けるけれど、さすがに今日は外がまだ暗くて寒そうすぎるので眺めるだけにします。このぐちゃぐちゃになった布団たちを片付けて二度寝の誘惑を断ち切ります。これでよし。無事二度寝の誘惑から逃げ切ったので、お茶をゆっくり飲みながら朝のノート時間。寒かったので着る毛布を羽織ってモコモコ状態です。最近新しく相棒となった私の来年の手帳、サニー手帳がとってもお気に入りで、ノート時間がより一層楽しみになりました。まずは日記を書いて、次にウィッシュリストを書き出していきます。2025年のこんな風にしたいだったり、ここへ行きたいだったり、これを見たい、読みたいだったり、行きたいお店や訪れたい場所、欲しいものだったり、大切にしたいとっておきの出来事や心が動くことについてだったり、朝のまっさらな思考の中で自然と浮かび上がってくるものたちを書き留めていきます。これは私が行ったことのある場所に印をつけた世界地図と日本地図です。日本でもまだ行ったことのない地域がいくつかあるので、
今年はそこへ行けたらいいな。四国や九州がまだほとんど行けていないので行ってみたいです。最後にウィークリーページの今日の部分を書いていきます。一日の大体の時間の流れを書き出したり、今日は時間もあるのでまだ書けていなかった今週のトゥードゥも書き出してしまいます。そうこうしているうちにだんだんと空が明るくなってきました。夜に朝がだんだんと滲んでくるような綺麗なこの景色は早起きのご褒美です。朝ごはんとお弁当を作っていきます。まずはお弁当に入れる卵焼きから、醤油、砂糖、ふっくらするのでマヨネーズも入れて、よく混ぜたら焼いていきます。が、まさかの焼くシーンが撮れていませんでした。ので次、卵焼きを焼いたフライパンで朝ごはんのフレンチトーストも焼いちゃいます。ちなみに洗い物を増やしたくなかったので卵焼きもバターで焼きました。昨日の夜に卵液に浸しておいたフレンチトースト、しみしみです。実家の福島から送られてきたリンゴを添えて、最後に大好きな蜂蜜もかけちゃおう。朝ごはんの完成です。甘い朝ごはんにはカフェオレがよく合う。温めた牛乳にインスタントコーヒーを溶いただけだけど十分美味しいです。いつかエスプレッソマシーンが欲しいな。いつかね。一口がでかい。そして美味しいです。大好きだった小説曰く、朝ごはんが美味しけりゃ人生の半分は成功らしいです。福島のりんごはパリッパリで美味しいので、薄く切って食べるのがマイブームです。また寒がりの方はダウンコートなんかでも大げさではなさそうです。普段ほとんどテレビはつけないのですが、ネットニュースだけだと自分の欲しい情報しか入ってこなかったりするので、情報と出会うためにたまにニュースを流したりします。まだ寝ているちーちゃんへ置き手紙を書いておこう。文書では103万円の壁の見直しの控除額について、国民民主党の主張する178万円を目指して、お弁当を詰めていきます。最近は海苔弁にハマっています。ご飯を2段にして1段目に海苔を仕込みます。昨日焼いておいた鶏肉のニンニク味噌だれ焼きと、ベーコンと枝豆のポテトサラダに、今日の朝焼いた卵焼き、小松菜と人参のごま和えに、最後に梅入りのゆかりを振りかけて完成です。
福島の刺し子織りのバンダナでしっかりと包みます。続いては1年の締めくくりにこの人から勇気をもらいます。今年もドラマや最近結露がすごくてちょっぴり困っています。きんと冷たい空気だけれど太陽の光があったかくて、ご飯を食べたりパタパタと動き回ったりした後の体にじんわりと気持ちいいです。水面がキラキラ光る朝の川を眺めて、今日もいい一日にしよう。メールの返信だけ軽く済ませておきます。早起きの朝は頭もすっきりしているから、より丁寧に言葉に向き合える気がします。お化粧をしていきます。最近は光いっぱいの窓辺でするのが好きです。下地を塗って BB クリーム、コンシーラーにミネラルパウダー、眉毛を描いて眉マスカラで落ちにくいように祈りを込めて補填して、大好きなスックのパレットでアイシャドウを塗って、こちらもスックのチークで頬に血色をプラスしてあげます。リップを塗る前に唇を保湿してあげて、マスカラを塗るのを忘れていました。最後にリップを塗って、仕上げにエリクシールのツヤ玉ミストを振りかければ乾燥も防げるし、ツヤっと仕上がるのでおすすめです。そろそろ出発の時間です。今日のカバンの中身はこんな感じ。パソコンにお弁当、ボトルに本とノート、歯磨きセット、必需品ポーチ、お財布を入れて、携帯を持って、お気に入りの狼とベルーガの観測隊のコートを羽織って出発です。年の瀬でわたわたと忙しい日々かと思いますが、ふと空を見上げたり深呼吸したりして、一つずつ一つずつ積み重ねていけばきっと大丈夫です。今日もいい一日となりますように。いってらっしゃい。